どうも皆さん、カイドウです。世間で流行っているテイルズ違いの第二勢力、テイルズ・オブ・アイアンというゲームをご存知でしょうか。こちらは2021年9月17日に PS4、Nintendo Switch、Xbox、Steam で同時リリースされたゲームになります。早速10時間ほどプレイしてトロコンまでしたのですが、激難易度の濃厚なソウルライクでしたね。テイルズを聞くと、テイルズ・オブ・アライズを想像する人がほとんどかもしれませんが、全く関係ありません。というよりも SEO 検索を意識したようなタイトル。今回は探索要素たっぷりかつネズミの物語を心底堪能したい方向けに、このゲームのジャンル、ストーリー、魅力を簡潔にお伝えさせていただきます。では早速紹介していきましょう。まずこちらのジャンルなのですが、激難易度横スクロールアクションになりますね。ソウルライクに程よいメトロイドバニアが加わったアクション性が売りであり、主人公であるネズミのレジーを操作して国を救うのが主になります。ちなみにソウルライクっていうのはダークソウルのようなダークな世界観、戦闘システム、高難易度を指した感じで、メトロイドバニアというのは探索アクションのメトロイドバニアとキャッスルバニアの造語になりますね。全体的な世界観はエンダーリリーズに非常に似ているのですが、操作が幾分難しいのも特徴かなと。慣れるまでに1時間ほどかかりましたが、この苦労が非常に面白いんですよね。次にストーリーを説明すると、過去に残忍なカエル一族の侵攻を耐え忍んできたが、力を手に入れた若き最初の王が沼地に敵を追い込むことで平和が訪れます。だが平和は長く続かず、王が置いてしまったことで守りが弱くなり、それを指したグリーンウォーと率いるカエル一族が軍勢を連れて王国に乗り込んできます。老いた王は新たな後継者としてレジーを任命し、彼は国のために挑むというお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、2D で描かれる手書き風グラフィックス。私のゲーム紹介での特徴な 2D 手書き風グラフィックスなのがこのゲーム。とてもキュートな王様レジーとはじめ、ネズミ王国の仲間たち、敵で会えるカエル一族、モグラなども非常にリアルです。ステージ構成も様々で、拠点である王国の周りから地下水道、禁じられた墳墓、闘技場などもダークな雰囲気を最高に醸し出してますね。レジーの細かいアクション動作の一つ一つも丁寧に作り込まれており、一緒に行動していると錯覚させるような体験が楽しめるのはプレイしたくなる一つかなと。2、ダークな描写なストーリー。主人公のレミーとのカエル一族との紛争はエグい描写もさることながら、フォルムから攻撃方法などが全てにおいてダーク感が感じ取れますね。最初のアニメーションからのバトルから通常戦闘でのレミーの倒し方、地下に進めば進むほど出てくる昆虫という名の猛術をグラブ、そしてモグラ。レミーが一打決心をしてカエルという脅威を退けるためのストーリーが本当に応援したくなるんですよ。これがテイルズ・オブ・アイアン。3、攻撃と防御の大切さが分かるソウルライク。操作としては横スクロールアクションならではの攻撃、遠距離攻撃、防御、ジャンプ、回避、回復の6ステップになります。その中でも重要なのがやはり攻撃と防御です。まず攻撃に関しては衣装ボックスで変更が可能であり、道中で購入したりダンジョン内で拾うことで装備でき、剣、斧、槍の3種類から自分好みに合わせて使い分けができます。それぞれの攻撃モーションが違うので、攻撃力や重量で選ぶのがいいかもしれません。遠距離攻撃に関しては弓、ボウガン、銃と色々と増えていくので、敵に合わせて変えていくのが良いでしょう。銃をぶっ放しての強行突破が後半ではかなり使いましたね。そして防御になるのですが、こちらは盾で敵の攻撃を防ぐことができる優れものになります。 ZR で盾を構えて相手の攻撃を備えつつ、隙を見て攻撃というのがセオリーになるのですが、防げない攻撃もあるので注意が必要。見極めポイントとしては、敵のモーション動作がレッドマークの時は受け流せない攻撃、イエローマークの時はガードできる攻撃というのが非常に大事になってきます。そしてイエローマークの時は相手の攻撃に対してパリーをするとひるむのでチャンスが生まれます。正直これしないとマジで勝てないですね。一瞬でも気が緩むと体力なんてあっという間にゼロ近くになるので、覚えておくのが吉かなと。4、最初の1時間は弱すぎるレミーで耐えしのぐ。正直プレイしていて最初に思ったのは、爽快感など皆無じゃないのかという第一印象。必死に敵を切ってゴリ押しで倒そうとするんですけど、全くノックバックしない敵にあっけなくダウンするんですよね。そして生き返る装備品にある耐性の意味を分からず突っ込んでなくなるというパターンは数えきれません。ですが
何度も挑戦していくうちにゲーム性を理解してからがめちゃくちゃ楽しいんです。ちゃんと避けて攻撃する、ここは防御してから2発を入る、ある程度距離を取って回復など最初の1時間で叩き込まれます。こんなゲームあったんだ。探索に関してはメトロイドバニアを堪能しながらもかっこいい装備品を見つけた時はレミーの見た目良すぎだろと叫びましたね。いや本当にいいよレミー。ちなみに装備品は見た目が変わるのと回復はバグジュースというので行います。バグジュースは至る所で給水スポットがあり、これを飲んでスタミナが回復します。ダンジョン内で見つからない時はバグなどの昆虫を倒すとドロップするのでレミーが調理してわずかに回復できます。覚えておいて損はないですよ。5、様々なマルチプラットフォームでリリースされている気合の入れよう。 PS4、Nintendo Switch、Xbox、Steam というマルチプラットフォームでリリースされており、金額も3000円ぐらいのこの作品。違うテイルズに隠れているかもしれませんが、なかなか味わい深いのでトレーラーを見て判断するのも大いにありですよ。というかありよりのありです。私は PS4 で10時間かからないぐらいでトロフィーコンプリートまでプレイしてしまったのが何よりもハマっている証拠かなと。それぐらいのサクッと具合。裏ボス的なのも存在するんですけど、通常のラスボスが異常に強いのもやり声十分ですね。以上になります。メインクエストの他にもサブクエストなども充実しており、食事によるスタミナ補正、毒液によるポイズン攻撃など色々とあるのがテイルズ・オブ・アイアン。全部は語りきれませんが面白かったポイントを押さえてみました。よければ皆さんもネズミの王様になってカエル一族をとっちめませんか？きっとソウルライクなメトロイドバニアの世界にハマってしまいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。